今日は閉じ上げなしですごく簡単なゆったりとしたベストを作っていきます。模様は春らしく透かし模様で編んでいきます。ゆったりとしていて着心地が楽なので、よかったら作ってみてください。使用する糸についてですが、私は普段100均の糸くくりで編んでいるんですが、この頃売り切れが多くてなかなか揃えられないので、このナスカのエブリデイという糸を使って編んでいきたいと思います。これぐらいのナビ太の糸で、材質はアクリル 100%、100g で約250メートル。使用かぎ針の目安は6号で、手洗いができて、で、アイロンがけはできません。で、毛玉ができにくい加工がされています。で、これを9号で編んでいきます。5.5 ミリです。あとはマーカーととじ針を使います。今回はフリーサイズということで、サイズの変更をしないで一つのサイズで作っていきます。鎖を63目。ちょっとだけゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ、針から戻って2つ目に細編み、表ではなくて裏山。この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。隣にも細編み、次も細編み、このまま一つの目に一つの細編みをしていきます。で、端まで細編みを続けます。端まで編んだら細編みをもう一段、鎖一つ裏返して鎖の根元に細編みで、マーカー、隣にも細編み、次もさっきと同じように一つの目に一つの細編みを続けます。端まで編んできたらマーカーをつけていた目にも細編みを一つして、これで細編みが終わりました。次は模様編みをしていきます。ちょっと緩めの鎖を一つ裏返します。鎖の根元に長編みを1本。普段は鎖3つを長編み1本の代わりにするんですが、今回は鎖1つと長編み1本を端の目に入れて長編み1本と数えます。で、これが端の目でマーカーをつけておきます。鎖ではなくて長編みの頭につけておきます。隣にも長編みを1本。これで長編みが2本。
次も長編みをします。足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3で長編み、鎖を1つ、同じところに長編みをもう1本、鎖をもう1つ、同じところに長編み、でもう1つ、同じところに長編み、これで長編みが4本と鎖が3つ。次また足元2つ飛ばして3つ目に長編み、こういう模様になります。長編みと足元2つ飛ばして3つ目で、長編み鎖長編み鎖長編み鎖長編みと長編み、これを今回繰り返していきます。隣にまた同じように足元2つ飛ばして3つ目、長編みが4本、鎖は3つで、またこのまっすぐの長編み、足元1、2、3で、また同じようにこれを端まで繰り返していきます。端まで来たらまた足元2つ飛ばして3つ目に長編みを1本、一番端の目にも長編みをもう1本、これで模様編みの1段目が終わりました。両端だけ長編みが2本になっています。次は模様編みの2段目、ちょっと緩めの鎖を1つで裏返します。で、長編みの上に長編みを1本、この上で、長編みにマーカー、次の長編みにも長編みを1本、これで端には長編み2本、次は
この長編み4本の真ん中に長編み4本、この真ん中、1本で鎖2本で鎖3本で鎖4本、これで長編み4本の上に長編み4本、間には鎖、次また長編みの上に長編み、この模様を繰り返していきます。次また4本の上に4本、真ん中、で次も4本、でこれを端まで編んでいきます。長編みの間には鎖が1つ入っています。で端まで編んでいきます。端まで編んできました。端では長編み2本、次は模様の3段目、ちょっと大きめの鎖1つと裏返して今までと同じように長編み、でマーカー、隣にも長編みで同じように長編み4本、真ん中、でこれをずっと繰り返してしばらく編んでいきます。ここが肩で腕が通るぐらいの高さまで編んでいきます。15段編んできました。長さは約23センチ。これぐらいで糸を休めて、次は後ろ身ごろを編んでいきます。でこれは前身ごろで、前身ごろの最初の細編みの
表か裏を確認します。こっちが表、こっちは裏。裏の方がカタカナの歯みたいな斜めの糸があります。表はシンプルな方で、こっちを上にして鎖編みをしていきます。鎖編みを始める位置にマーカーをつけておきます。この模様の2つ3つ目の間のこの長編みの上、この目は端から数えて14目目、こっちも14目目にマーカーをつけておきます。ちょうど模様のこの2つ目と3つ目の間、こっちもこっちから数えて2つ目と3つ目の間で、新しい糸を持ってきてマーカーをつけたところに針を入れます。で、新しい糸一回引き出してしまいます。結んでおいて、また同じところに針を入れて鎖を29個、1、2で、この1個目にマーカーをつけておきます。今外したマーカーが必要なくなるので、1つ目の裏にマーカーを移しておきます。1つ目の裏で、また2個目から2、3、4、29個鎖を編んだら、マーカーをつけたところ引き抜き編みでくっつけます。この鎖の方が短いのでちょっと張った感じになります。マーカーをつけたところで引き抜きます。で、もう一回鎖を編むようにして糸を切ります。で、この最後の鎖の裏側にマーカーをつけておきます。後で小さくなって見分けにくくなるのでつけておきます。で、これが頭を通すところになります。一回頭を通してみるといいと思います。で、次は細編みをしていきます。ここから始めます。右の角から始めます。で、新しい糸一回結んでおきます。で、同じところに針を入れて鎖を一つ、
細編みをしていきます。同じところに細編みを一つ、一応マーカーをつけておきます。隣にも細編み、最初に針を入れたところに細編みを一つ、次はマーカーをつけた鎖、最初の鎖編みになります。裏山、次も反対側まで一つずつ細編みをしていきます。反対側の根元まで来たらマーカーをつけていたところに細編みをして、で引き抜いたところにも細編み、次からは一つの目に一つずつ普通の細編み、端まで編んでいきます。端まで編んだら鎖を一つで裏返して、次も細編みをしていきます。鎖の根元に細編み、次も細編み、このまま一つの目に一つの細編みを続けていきます。このカーブになっているところにも全部一つの目に一つの細編み、ここまで編んでいきます。端まで編んできたら次は模様編みをしていきます。鎖一つで裏返して、鎖の根元に長編みを1本、で長編みにマーカー、隣にも長編み、前身ごろと同じように編んでいきます。次は足元2つ飛ばして3つ目、これで4本。次は足元2つ飛ばして3つ目、次また同じように1、2、3、
で足元2つ飛ばして3つ目。で次また同じようにここを編んでいきます。1、2、3。で次また1、2、3。これを続けて端まで編んでいきます。端まで来たら長編み2本で終わります。でまた鎖を1つ裏返します。長編みの上に長編み、でマーカー、ここと全く同じように編んでいきます。で4本のうち真ん中に長編み、で長編みの上に長編み、前身ごろと同じようにこれをしばらく編んでいきます。こっちを15段にした場合には17段編んでいきます。ちょっと多い方が着やすいので後ろだけちょっと偶数段増やしておきます。今回は17段まで編んでいきます。17段編んできました。長さは約25センチ。ここでもう一度前と後ろを合わせて腕が通るか確認します。これで大丈夫そうだったらそれぞれの糸を引き抜いて、片方は切っても大丈夫で、もう一方はまた体の下半分を今度はぐるぐると編んでいきます。前と後ろ、こっちとこっちを引き抜いて、こっちとこっちを引き抜きます。糸が出ているところ、最初の長編みの頭、マーカーをつけていたところ、引き抜いて鎖一つを編むようにして糸を切ります。片方だけ短く切ります。もう片方は糸を切らないでこのまま進めていきます。休めていた糸を戻して、でまたこっちも
反対側と引き抜きます。最初の長編みで引き抜いてくっつけます。これで両方の腕が通るところで、この後は同じ模様をぐるぐると編んでいきます。で、今までは往復編みで編んできたので、長編みのこの表と裏が交互につながっています。で、ぐるぐる編みだと同じ方向になるんですが、それを表と裏で交互に編んでいきます。まず緩めの鎖一つで、表ではなくて内側から編んでいきます。内側から長編みの上に長編みを1本、次も長編み、次は長編み4本、真ん中に今までと同じように編んでいきます。これで4本。次は長編み、長編みの上に長編みで、また4本、で長編みの上、これで1周します。もう片方の糸を引き抜いたところ、長編みの上に長編みで、次も長編みが4本で、また模様編みに戻ります。これで最初のところまで戻っていきます。ぐるっと編んできて、模様編みが終わったら長編みを2本、最初の長編みに引き抜きます。これで長編みが4本並びました。次は鎖一つで外側から編んでいきます。長編みが4本あるうちの3本目に長編みを1本で、マーカーをつけておきます。隣に長編み、次からは模様編み、
今までと同じように編んでいきます。これで一周します。ぐるっと編んできて、模様編みが終わったら長編みの上に長編み、次も長編みの上に長編み、最初の長編みに引き抜きます。これで外側からの一周が終わったので、次は内側から。まず鎖を一つで、長編みの上に長編み、で長編みの上にマーカー、隣の長編みにも長編み、でまた長編み4本、この表裏表裏を繰り返して好みの長さまで編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。裾を48センチまで編んできました。これぐらいで終わりにしようかなと思います。もうちょっと長くしてジェニックにしてもいいと思います。最後の長編みから糸を抜きます。とじ針で始末します。最初の長編み、これが最初の長編み、次の長編み、次の長編みの頭に針を入れます。手前から向こうに針を入れます。で最後の長編みに戻ります。最後の長編みの頭に上から、この時下の編み地も少し通っておきます。この糸が、今渡した糸が一目に見えるように糸を調節します。同じぐらいになったら裏で固定して隠します。他にも糸端が出ていたらそれも始末します。これで出来上がりました。この袖ぐりを細編みで縁取ろうと思ったんですが、ちょうどしなくても綺麗な状態なので、このままで終わりにしようと思います。
サイズを測ってきました。上から下までは48センチで、袖は23センチなので46センチ、襟ぐりは52センチ、裾は92センチ、これは短めなのでもっと長くして好みの長さにしてください。この襟ぐりも前の方だけちょっと長くしたので、すごく可愛く着た時には襟元が綺麗に見えると思います。で、袖のところはこのままで綺麗なぐらいすっきりしています。で、裾はちょっとだけこうカーブしてあって可愛くなっています。すごく柔らかくて着やすいと思います。ちょっと伸び縮みするので、これも楽ちんな着心地になると思います。とっても可愛く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。